の動画では将棋ウォーズで最速で初段になる方法を紹介するのだ。将棋ウォーズ2段のお将棋お姉さん VTuber 綾瀬綾が実際にやったことだけ紹介するぞ。しかもスマホだけでできる方法なのだ。時代に合ってるよな。このチャンネルは詰将棋や将棋の笑える動画を配信してるので登録よろしくなのだ。最後まで見てくれよな。スマホで完結将棋ウォーズで最速で初段になる方法7選。1つ目、戦法は1つに絞る。複数の戦法を覚えるのははっきり言って無理なのだ。1つの戦法でも変化がたくさんあるしな。だから戦法は1つに絞るのがおすすめ。その日の気分によって居飛車、振り飛車と気まぐれに指さない。居飛車なら居飛車、中飛車なら中飛車のみに絞って指し続けるのだ。一つの戦法を極めた方が勝ちやすいのだ。2つ目のポイント、序盤は戦法を決めて早指しする。将棋ウォーズで勝ち負けがつくのは詰みだけじゃない。持ち時間が切れても負け。だから時間切れでの負けを減らすのが超大事なのだ。切れ負けしないためには序盤は指す戦法を決めて早指しする。そうすれば一番大事な終盤に時間を残せるし、時間切れ負けも減らせる。だから序盤は早指しするのだ。例えば僕の場合、相手が居飛車だったら中飛車にして美濃が恋にする。三間飛車相手なら中飛車で左穴熊にするみたいな感じで決め打ちするのだ。ポイント3つ目、戦法を解説した本を読む。戦法を覚えるには将棋の戦法を解説した本を読むのがおすすめ。独学より本を読む方が早く戦法を理解できるのだ。将棋の本を選ぶポイント、1つ目、最初の数ページを読んで意味がわかる。戦法を解説した本の中にはびっくりするほど難しくてついていけない本もある。最初の数ページを読んで書いてあることがわかる本を選ぶのだ。将棋本の選び方のポイント2つ目、スマホで読める。将棋本を買うならスマホで読める電子書籍がおすすめ。具体的には楽天のコボや Amazon の Kindle。 なぜなら気になった時にすぐにスマホで開けるから。紙の本だと本棚に差したっきり開かないこともある。わかるよな。実際のコボはこんな感じなのだ。スマホをタップしてページをめくれる。好きな目次にジャンプすることもできるのだ。便利よな。将棋ウォーズで最速で初段になる方法。4つ目、詰将棋を解いて詰みの形を知る。将棋は結局詰むか詰まないかで勝負が決まることがある。だから詰将棋をやって詰みのパターンを多く知っていた方が勝てる確率が上がるのだ。詰将棋を挫折しないで続ける方法。詰将棋を続けるのはむずいよな。おすすめはスマホで詰将棋もできるアプリ、コマサプリ。このアプリには有名な詰将棋ハンドブックも入っている。このアプリの詰将棋がいいところは自分が指した後に相手が自動で応手を指してくれるのだ。ちょっと見てほしい。操作はスマホでタップ。間違えても何度でもやり直せる。こんな感じでサクサク詰将棋を解くことができるのだ。なんて詰めを解けばいい？この疑問にお答えするのだ。5手詰めになると途端に難しくなって嫌になるので3手詰めがおすすめなのだ。僕はちょっとした空き時間にスマホで3手詰めを解いていたのだ。忘れないようにスマホのホーム画面にアイコンを載せておくのだ。わかるよな。ポイント5つ目、手筋を覚える。手筋とは細かいテクニックだが知っていると攻撃の幅が広がるし相手の手も読みやすくなる。手筋を覚えれば勝ちやすくなるのだ。
さっき紹介したコマサプリには手筋の問題もある。こちらの手に合わせて自動で応手を指してくれる。詰将棋と合わせて手筋の問題も暇な時にやっておくのだ。ポイント6つ目、対局後に AI 解析をする。将棋ウォーズの対局後に AI 解析をしよう。積み逃しや知らなかった指し方を知れる。何も考えずに対局を続けるより強い AI に手を教えてもらった方が早く強くなれる。解析する時のポイントは評価値のグラフが大きく変化した手を見ること。知らなかった良い手順や見落とした積み手順を知ることができる。おすすめはスマホで解析ができるケントとイフサイト。スマホで将棋ウォーズで対局したらすぐにケントで検討する習慣をつけよう。それを繰り返せば強くなるのだ。実際のスマホの操作手順を見ていこう。まずは将棋ウォーズで対局を終える。次に将棋ウォーズ寄付検索サイトを開く。ウォーズの ID を入れて検索すると自分が指した対局が上から並んでいる。そこで最新の対局の検討をタップすると検討のサイトに移動する。そこで評価値が大きく動いた局面を確認。 AI の最善手を確認し実際に駒を動かして確認するのだ。次に詰みを逃した局面を確認。同じように駒を動かして詰む手順を確認してみよう。いろんな積みパターンを知れるのだ。ポイント7つ目、極端に苦手な戦法の対策をする。相手にこの戦法を指されたら勝てないという苦手戦法は誰でもある。そういう苦手な戦法の対策をすることで勝率を上げるのだ。対策するには YouTube 動画がおすすめ。苦手な戦法名プラス対策法と検索すれば動画が出てくる。自分の得意戦法で対応できるのがベストなので探してみよう。ちなみに僕は昼囲いが苦手で8割負けていたが、動画の対策法を真似することで今では簡単に負けなくなったのだ。苦手戦法への対応は慣れるまでは大変だが、何度も指せばうまく指せるようになるから安心するのだ。今まで紹介したサイトやアプリはまとめてコメント欄に書いておくので参考にしてほしい。お金がかかるものはよく考えてから使うか決めてな。全体のまとめなのだ。1、戦法は一つに絞る。2、序盤は戦法を決めて早指しする。3、戦法を解説した本を読む。4、詰将棋を解いて詰みの形を知る。5、手筋を覚える。6、対局後に AI 解析をする。7、極端に苦手な戦法の対策をする。これで級位者卒業間違いなしなのだ。みんなのおすすめの将棋ウォーズで初段になる方法があったらコメントで教えてほしい。この動画を見て初段になったら僕と将棋を指すのだ。待ってるのだ。この動画が面白かったらチャンネル登録よろしく頼むのだ。